俺に説教垂れるくらいなんだから、あんた仕事できるんだよな。中卒低学歴じじい。ほら、電話の相手と話してみろよ。相手、フランス人だけどな。定年を迎えて、アルバイトとして再雇用された俺。そんな俺に指図されるのが気に入らないのだろう。ハーバード大卒を自慢する新入社員のフミヤが、俺にフランス語で商談しろと言ってきた。おい、おっさん、早く話してみろよ。偉そうに説教垂れてたくせによ。あ、お前口だけか？ははは。俺の肩を小づくフミヤ。さすがに頭にきた。そうか。私は大きく息を吐いて電話を取る。俺の姿を見たフミヤは顔を真っ青にさせるのだった。私は藤本忠。今年定年退職をした65歳だ。一生懸命仕事に取り組んできた成果があってか、定年退職での挨拶回りでは何度も何度も会社に残ってくれと頼まれていた。今までの功績を認めてもらえたことが私も嬉しくて、妻と話し合いをしてから馴染みのある大手貿易会社に再就職することになる。65歳で再就職なんてできると思っていなかった私は、まだまだやれるぞ、と意気込んでいた。ただ、私は妻と一緒に海外旅行へ行く計画を立てていた。無理はしなくてもいいのよ。あなたってば仕事が本当に大好きなんだから。何言ってるんだ。仕事よりも君の方が大事に決まってるだろう。でも本当にいいの？たくさん働ける正社員でもいいのよ。いや、いいんだ。もう私もたくさん頑張ったしな。これからは若い者に頑張ってもらうさ。妻は私の仕事を理解してくれている。そして私がこの仕事が大好きでたまらないことも理解してくれていた。だが、せっかく妻と一緒に海外旅行へ行けるのだ。二人きりの旅行は結婚した時のハネムーン以来だった。私は会社へ面接に行った際に、時間の融通が利くアルバイトでの雇用をお願いする。もちろん大丈夫ですよ。藤本さんが来てくれるだけで嬉しいです。会社は心よく私のお願いを聞いてくれた。何かあれば言ってくれれば時間の調整をすぐしてくれると。こうしてありがたいことに私はアルバイトで働かせてもらうことになった。新しい会社では何度か取引で見慣れた顔もあり、仕事がしやすかった。もちろん覚えなければならないことも山積みだったが、経験してきた力で年が高いことを補うように仕事を覚えていく。そんな一生懸命な姿を定年前と同じく周りは評価してくれていた。藤本さん仕事早いっすね。さすがです。いや、でももう年だな。昔はもっと早く覚えられたんだが。わからないところは任せてくださいよ。僕も仕事バリバリできるようになってきたんで。会社では入社した順番で考えれば、一応あちらが先輩で、私が後輩なのだが、前の取引で見慣れていた社員は、私に気さくに話しかけてくれる。私が別の会社で働いていたことを知っている社員の一部では、行き詰まったことを質問しに来る人もいた。そんな人たちに私は迷うことなく自分の経験したことを話す。こんなおじいちゃんの私だが、自分の経験が他の誰かの役に立つことが嬉しかった。やっぱり仕事は楽しいな。この業界の会社に再就職できてよかった。私はとても充実した日々を送っていた。そんな中、新入社員が1ヶ月の研修期間を終えて各部署に配属される時期になった。もちろん私が所属している部署にも一人新人が配属決定している。部署内で集まりの合図が来たので、オフィスの真ん中にみんなが集まった。
今年も新人さんが来る時期が来ました。皆さん何かあればフォローしてあげてください。部署の責任者が新人の背中を押して自己紹介を促す。新人がみんなの前に立った。顔がそこそこ整っていて、おしゃれなスーツを着ていた。新人が口を開く。英語か？部署一同が首をかしげた。新人が突然英語を話したのだ。だが、何と言っているか聞き取りにくくてわからなかった。すみません。ずっとハーバードにいたものですから。改めまして、皆さんはじめまして、斉藤文也と申します。よろしくお願いいたします。新人、文也が頭を下げた。突然の英語に驚きながらもみんなが拍手をする。そんなみんなが驚く顔に何を勘違いしたのか、文也は自慢げに笑う。すみません。英語が得意なもので、たまに普段に出ちゃうんです。ハーバードにいた頃は。5分ほど、文也はずっと自己紹介を喋っていた。何度もハーバード大卒という単語を出してきては、英語が得意なことをみんなにアピールしていた。そして僕は、そろそろ仕事の時間だね。自己紹介もそこそこにして。じゃあよろしく頼むよ、斉藤くん。はい、よろしくお願いいたします。主任が文也を止めて仕事を始めるように伝える。文也はとびきりの笑顔で主任に返事をした。この日からこの部署では文也のことが話題にならない日はなかった。毎日のように英語でコミュニケーションをとってくる。積極的な態度は好印象ではあったが、毎日誰かが仕事の手を止めてでも絡まれるようになってしまったため、みんなは苦笑いをするばかりだ。そして一緒に働いていて分かったことだが、文也の得意な英語ははっきり言って聞き取りづらいものだった。いやー、ずっとハーバードでは英語でしかコミュニケーション取ってなかったから、ついつい出ちゃうんですよね。文也はそう言うが、アメリカ人からしても聞き取りにくそうな英語で何て言っているかたまにわからない時がある。だが、あれだけ自慢をしている新人の文也を見て、そんなことを本人に言える空気でもなく、みんな何と言っているかわからなかった時でも、適当に相槌を打って何とか会話をしているのだった。そしてある時、私のところにも文也はやってきた。何か聞いてきたようだったが、私は文也の英語が何と言っているかわからずに首をかしげてしまった。今、なんて。だから。文也は言い直すが、さっきと同じ発音とリズムで全くわからなかった。それでも少し聞こえたのは、学校という単語。だが、また英語で言い直されても理解できる気がしなかったため、私は文也にお願いをする。日本語でお願いしてもいいかな？愛想よく笑ってみたつもりだったのだが、私の顔を見て、文也は舌打ちをした。はぁ？英語わかんないの？なんで英語もできないじじいがこの会社にいんだよ。ここ、英語できて当たり前の会社なんですけど。明らかに馬鹿にした言葉を文也は私に言う。たまたま周りには他の社員がいなかった。それを文也は分かっているからなのか、私の肩を軽く小づく。おじさん、どこの大学って聞いてるの？日本の大学でも英語くらい教えてもらえるでしょ？ああ、実は私は中卒でね、学校は。はぁ？中卒？嘘でしょ？なんでこの会社入ったの？文也は目から涙が出るくらい笑う。おいおい、マジかよ。人手不足すぎるのか？この会社。英語もできない中卒おっさん雇うとか、やばすぎだろ？あ、わかった。おじさん、
清掃員で雇われたんじゃね？そう笑いながら、まるでもう用はないと言わんばかりに、フミヤは私の横を通り抜けていった。この日をきっかけに、フミヤの私への態度が一変する。陰で私のことをクスクスと笑ったり、すれ違いざまに英語で何かを言ってきたり。英語は何と言っているか相変わらずわからなかったが、様子を見て馬鹿にしている言葉だということは理解できた。そして、どこかで私がアルバイトなのを知ったらしく、その行為は徐々にエスカレートしていく。だが、定年まで長く仕事をしてきた私は、フミヤのような人にもたくさん出会った。全くとまではいかないが、気にしないように大人の対応を務めていた。仕事に支障は出ていないし、あの子のことだ。飽きたら辞めるだろう。そう軽く考えて、私はいつも通り仕事を楽しくやり、帰ったら妻と過ごし、少しフミヤが来て大変にはなったが、昔と変わらず幸せな日々を送っていた。数日後、藤本さん。あ、部長、どうしましたか？実は藤本さんにお願いしたいことが。これ見てくれるかい？部長が私に資料を渡す。内容を見ればアメリカの大手 ST 会社との契約についてだった。ST 会社はアメリカだけではなく世界各地に支社を持っている大手企業の一つだ。私もよく聞いたことのある会社だった。支社がたくさんあるようで、やっぱり藤本さんにお願いしたくてね。アルバイトごときにそんな大きなお仕事いいんですか？また藤本さんったら、藤本さんのこと信用しているんだ。あ、そうだ、斉藤。おい、斉藤。部長がフミヤを呼ぶ。フミヤは部長の言葉にすぐ飛んできたが、私を見て少し顔をしかめた。その顔は部長の言葉を聞いて困惑と怒りに変わることになる。なんでしょう、部長。斉藤は英語ができるんだもんな。藤本さんの補佐につきなさい。彼の仕事の仕方をよく見て勉強をするように。自分が藤本さんにつくんですか？補佐ですか？ああ、これから斉藤にも任せることになるかもしれないからな。藤本さん、よろしく頼みましたよ。ええ、わかりました。部長はルンルンで部署から離れていく。私は資料をコピーするためにプリンターに向かった。後ろでフミヤがぶつくさと喋っている。なんで俺が、なんでこんなじじいと。その言葉に私もつい大きなため息をついてしまった。フミヤの方を向いて目を見て叱る。いやでもなんでも仕事は仕事だ。よろしく頼むよ。部長も言っていた通り、君に今後は任せるかもしれないから、しっかり見ておいてくれ。これ資料だ。早速打ち合わせに入るから会議室を借りてくる。待っててくれ。フミヤは不服そうな顔だ。何も言わない斉藤にコピーした資料を渡して、私は会議室を借りに行く。会議室を借りる旨をお願いし、それをフミヤに連絡しがてら、他の資料を探しに資料室へと行く。ざっと見て見つけた資料を持って部署に戻ると、もうフミヤの姿はなかった。周りの社員に聞くと、会議室にもう向かったようだった。ノートパソコンを持って会議室に向かう。遅すぎるよ。こっちは待ってんのに。扉を開けた瞬間、フミヤは悪態をつく。部長がいる時とは全く違う態度に、私は苛立ちを覚えるが、まだ若者だ。きっと私じゃいろいろと不満なんだろう。私は机にノートパソコンを開いて、追加の資料をフミヤに見せる。他の資料を探していたんだ。相手は大きな会社。日本のやり方じゃ通じないかもしれないから、たくさんの情報が必要なんだよ。資料探しは大事だぞ。そう伝えて、
資料をフミヤに手渡した。これと、これとこれ。これに目を通しておくように。バン！渡した資料が奪い取られるように私の手から離れる。フミヤがふてくされた態度で私から資料を取ったのだ。なんでこんなじじいの補佐なんか。英語もできないし。つか、そのパソコン使い方わかります？キーボードの使い方でも教えましょうか？わかるから大丈夫だ。私は拳を作った。手に力を込めてなるべく我慢する。しょうがない。まだ若者なのだから反抗だってするだろうし、仕事もきっと失敗だってする。普段は仕事に対して真面目に取り組む様子を見ていたので、きっと今回も仕事は頑張ってくれる。この大きな仕事が最後までちゃんとできるなら別にいい。そう思って私はフミヤの言葉に怒りを覚えるのをこらえた。そして一通り資料を読み終えた様子のフミヤ。これからどのように交渉を進めていくのかを一緒に考える。今までの資料を見るに、この会社はこれが強みで、今はこれを欲しがっている。だからこれを進めて話をして。いやいや、こっちがいいですよ。俺だったらこっちをこう。だが、それだと問題がある。まだ起きない問題でしょ？てか、別に損失が少ないじゃないですか。何言ってるんだ。こっちの損失が少なくても、あちらの会社の損失は大きいだろう。だからこれを。はあ？いや、バカでしょ？そんなことしたら利益少なくなっちゃうじゃないですか。手間ばっかりで。フミヤは私の意見にことごとく反対した。話し合い中に縦にうなずくことがただの一度もなかったのだ。何か別の案があるのだろうと私は落ち着きながらフミヤの意見も聞いてみる。だがフミヤの出す案はどれも穴があった。こちらの会社の利益ばかり考えた案で、とてもじゃないが相手の会社がうなずけるような内容ではない。なかなか決まらずに時間だけが経っていく。それにイライラしていたのか、フミヤは思い通りにならない私に対して声が大きくなっていった。いや、この案はダメでしょ。ほんと、低学歴のおじさんが考えるやつは使えないやつばっかだな。頭悪すぎるよ、おっさん。一応先輩だ。そんな言葉を仕事中に使うんじゃない。藤本さんアルバイトですよね。たかがアルバイトに先輩とかあります？こっちは社員ですよ。アルバイトは今は関係ない。何より仕事は仕事。きちんとやれ。はいはい。二人で決まっていく内容をパソコンで打って部長に提出するための書類を作る。商談の電話関係の欄を記入しようとすると、フミヤは勝手に自分の名前をそこに入れた。藤本さん、英語喋れないでしょ？任せてくださいよ。中卒の人と違って、ちゃんと本場で経験のある俺が対応しますので。ヘラヘラとした態度でフミヤがパソコンを打つ。ついには決まってもいない内容も私に一言も言わずに記入し始めていくフミヤ。私の堪忍袋の尾が切れる音がした。いい加減にしろ。仕事は遊びじゃないんだぞ。私の怒鳴る声に一瞬驚いてひるむフミヤだったが、私よりも高い位置で見下ろす形になるように立ち上がる。おっさんこそ、英語も喋れない低学歴のくせに、こんな仕事受けてんじゃねえよ。年齢だけ無駄に高いだけで、部長もヘコヘコして気持ち悪いな。中卒クズが出しゃばってもいい仕事は、倉庫の書類整理とかだろ？さっさと裏でも行って、紙の整理でもしてたらどうですか？はっはっは。フミヤの勢いに、私もつい立ち上がってしまう。一応、私は君の先輩にあたる。そういう言葉は社会人としてどうなんだね。同じ仕事仲間に嫌な気持ちになる言葉を言って、人としてもどうなんだ。
私の大声にフミヤがひるむ。普段から人に怒鳴るようなことはない私が大声を出したことで驚いている様子だ。だが私はそんなフミヤのことなど気にもせず、机の上に広がっている資料を指さして、さらにフミヤへと怒ってしまった。君はそもそも資料をしっかり見ていなさすぎる。相手の会社についてまだ何も知らないじゃないか。調べる素振りもなく、私に質問さえしない。取引相手のことを知るのは基本中の基本だぞ。君は基本すら教えてもらえてないのかね。そんな私の言葉を聞いて、フミヤは顔を真っ赤にして自分のノートパソコンを閉じる。そしてパソコンだけ持って会議室を出て行ってしまった。去り際に大きな舌打ちをしていく。そんなに言うなら雑用全部やっとけっつーの。バイトのじじいごときが。待ちなさい。呼び止めるが、フミヤはそのままどこかへ行ってしまった。扉の向こうに消えていくフミヤを見届けてから、私も我に返る。深呼吸をして静かになった会議室で一人椅子に座った。翌日、フミヤとあれだけ言い合いをしたのだ。きっと仕事についてこないだろう。もう少し冷静に話せばよかったかもしれない。そう後悔をして少し寂しい気持ちになりながら出社する。だが出社するとすぐに自慢げなフミヤが私のもとにやってきたのだ。おはようございます、藤本さん。気持ちのリセットがもうできたのか？なんだ、やるじゃないか。すごいな。フミヤの切り替えの速さに感心して、私も明るく挨拶をする。ああ、おはよう、斉藤。昨日は。と、私が言いかけたところで、フミヤがそれを遮って一つの書類を渡してきた。それを受け取りながら私はフミヤを不思議そうに見てしまう。仕事はもうやっておきましたから。バイトと違って社員の僕って仕事早いんで。これは、昨日まとめてた決算書ですよ。もう忘れちゃったんですか？それは二人で言い合いをしながらも決めた事柄だった。もう書類を作ってくれたのか。決めていない内容でなくてよかった。そう思って私は書類を確認する。だが金額が書いてある場所に違和感を感じた。何度も確認をする。ひ、ふ、み。私が必死になって確認をしているところを見て、フミヤはお腹を抱えて笑う。藤本さんの言う新人が作った書類で荒探しでもしてるんですか？ハーバード大卒の俺が間違えるはずないじゃないですか。っていうか、もうあっちに送ってるんで。先方に送ってるのか。当たり前でしょ？仕事早いですから。私はフミヤの言葉に驚いた。そして昨日から大声を出さないと反省していたのにもかかわらず、つい大きな声をまた出してしまう。おい、これ、金額が間違ってるぞ。このまま行くと会社に10億の損失が出るぞ。はぁ？部署に私の声が響く。私の声が響いた直後に二人して固まってしまうような音がさらに追い打ちをかけるように響いた。ピー。内線の音だ。私が急いでボタンを押して応答する。はい、こちら〇〇部署の藤本です。あ、もしもし、斉藤さんいらっしゃいますか？ ST 会社様のフランス支社よりお電話です。フミヤ宛ての電話だ。フミヤが私の手から電話を奪い取ってつなげてくださいと言う。フランス支社と電話がつながった。電話の向こうの声は私の耳には聞こえず、恐る恐るフミヤを見ている。フミヤが電話の向こうに英語で話しかけた。同じ単語を何度も繰り返しているようだったが、途中から
たどたどしいフランス語に切り替わる。どうやら相手に英語では通じなかったようだった。心配になって電話をしているフミヤを見ていると、電話の向こうで怒鳴り声が聞こえてからガチャンと電話が切れる音がする。フミヤが呆然として電話を下ろした。何も言わないフミヤの肩をトントンと軽く叩く。先方は何だって？そう聞いた瞬間、鬼のような顔になったフミヤが私の手をバチンと振り払ってきた。ふざけんな！お前が悪いんだぞ、じじい。さっさと昨日決めて、昨日のうちに書類を送らないから。フミヤの言葉に私は無意識に重く呼吸をしてしまった。だが、今度はしっかり冷静に話す。人のせいにはするな。勝手な行動をしたお前が悪いだろう。とりあえず先方は何て言ってたか教えてくれ。うるさいな。今整理してるから。わからなかったのか？うるさい。フランス語はちょっとしかやってなかったんだよ。でも単語は理解できてるから。私は焦るフミヤの肩を押さえて落ち着かせようとする。落ち着け。次に相手と電話をした時には必ずメモをしよう。あと、わからなかった時には私に次は変わってくれ。わからない時はわからないとちゃんと言うことが社会人として。じゃあ、お前がやれよ、おっさん。目の前のフミヤが私の言葉を遮って口を開く。低学歴のじじいが俺に指図すんな。そんな余分なこと言ってないで仕事しろよな。電話を指さして私に笑った。馬鹿にするような笑いだった。ほら、電話かけてみろよ。俺に説教垂れるくらいなんだから、あんた仕事できるんだよな。中卒低学歴じじい。ま、電話の相手フランス語だけど。フミヤの言葉がどんどん鋭い刃のようなきつい言い方になっていく。だが、今はそんなことをしている暇なんてなかった。私たちは仕事の真っ最中だった。時計を見る。これじゃ拉致が開かない。時間がなくて仕方なく私は電話のボタンを押した。プルプルプル。こんにちは。ST 会社のフランス支社です。こんにちは。日本の感動会社です。担当者の方と話がしたいんですが。ああ、いますよ。ちょっと待っててくださいね。私はフミヤをちらりと見る。目をまん丸くして口を開けて私をじっと見ている。私がフランス語を話せることにとても驚いていた。もしもし、もう話できないよ。君のフランス語わからない。先ほどは大変申し訳ございませんでした。お電話変わりました。藤本と申します。おー、話が通じる日本人が来てくれた。よかった。気になることがあって、急いで電話したんだ。今日の朝に送ってくれたやつなんだけど。こうして、私は書類に不備があったことを話す。全身全霊で謝り、新しく制作して、改めて書類を送る旨を伝えた。幸い、確認段階だったようで、まだ金額の決定をしていなかったため、大丈夫だったそうだ。事なきを得て、私はお礼を言いながら電話を切った。よかった。まだ間に合うそうだ。そして、改めてフミヤを真正面から見る。お前のフランス語、何言ってるかわからないって言ってたぞ。フランス語ができるからって。フミヤが言いかけたその時に、また内線の音が響く。フミヤがビクッと体を跳ね上げた。ピー。すみません。なんかたくさんお電話が来てるんですが、ST 会社様の中国支社とイタリア支社とスペイン支社と、フミヤを見るとかわいそうなくらい顔が真っ青になっていた。私は瞬時に察する。英語以外、フミヤはできないようなのだ。
私は急いで電話を取って、電話を順番につないでもらうようにお願いする。もしもし、お電話変わりました。藤本と申します。今度は中国語で電話の向こうにいる相手と話を始める。フミヤの方を向いて様子を見ている暇などなかった。中国、イタリア、スペイン。すべての電話に別々の言語でそれぞれ対応し、電話が終わったのはだいぶ時間が経っていた頃だった。最後の電話が終わり、ふぅ、と一息する。椅子に座って書き込んだメモを急いでノートに移した。忘れないうちに各部署に連絡を入れるためだ。斉藤くん、作ってくれた書類の金額を打ち直してもらえるか？とりあえず急いで修正して各支社に送信しよう。はい。元気のない返事に気づいた私は、やっとフミヤの方を見た。フミヤの覇気のない顔はミスをしてしまったことや悔しさがにじみ出ている。パソコンを打ちながらフミヤは私の顔を見ることなく質問を投げてきた。一体何カ国語できるんですか？10カ国語くらいだな。前の会社で担当していた人もいたから理由を話したらすぐに納得してくれた人もいた。スムーズに電話が進められたよ。全部なんとかなりそうだ。本当に助かった。でも、英語だったら俺も。フミヤは慌てて反論する。まだ懲りないのか、この子は。と思って聞いていた話をポロッと話す。アメリカ担当のマイケルが生意気なやつだなって言ってたぞ。仕事は早いがミスが多いと。英語が話せるからって仕事ができないようじゃ困るってな。あと、お前の英語すごく聞き取りづらいんだ。私もわからなかったが、マイケルも何を言っているのかわからない時もあったと。仕事に支障が出るから斉藤はちゃんと喋れるようになるまでは担当者を俺にしてくれと部長に今度話すそうだ。まったく。私の仕事を増やしやがって。話してからフミヤを見れば、裏切られた時のような顔をしていた。今まで誰も本人へ指摘してくれなかったのだろう。私は作業の手を一旦止めて、フミヤに向き直した。語学はコミュニケーションのツールだが、心が大切だ。コミュニケーションができることは当たり前で、それをひけらかして何になるんだ？君がハーバード大学を卒業できたのは単に英語ができたからじゃないだろう？しっかり勉強もして英語が使えたその先のことをできるようになったからだろう？元気のないフミヤに私は元気づけるように背中を優しくポンポンと叩いた。私だって昔はたくさん失敗したさ。中卒だからやっぱり何度もバカにされたしな。だけど、この年までずっとバカにされ続けていたわけじゃない。努力して、それらを乗り越えて今があるんだ。斉藤、お前はまだ若いんだから、失敗しても大丈夫だ。ただ、同じ過ちは二度とするなよ。さっきまで怒鳴っていたフミヤはもういない。しょんぼりと下を向いて、言われたことをいろいろと考えているようだった。そして私の言葉に静かにうなずいた。それを見届けると私はまた机に向き直る。よし、じゃあ仕事の続きをしよう。大丈夫だ。なんとかなってるから修正したら引き続き頑張ろうな。はい。フミヤが小さく返事をする。その日、フミヤのこの返事以降は全く言い合いなどせずにスルスルと仕事が進んだ。仕事が終わった終了時刻、窓の外は真っ暗だった。いつもは達成感と一緒に帰る支度をするが、今日はまだフミヤと一緒に向かわなければならない場所がある。二人で
ドキドキと緊張しながら目の前のドアをノックした。ドアに書いてある文字は、社長室だ。コンコン。はい。藤本と斉藤です。ああ、入って。失礼します。失礼いたします。二人で社長室の扉を開ける。怒った顔をした社長がいた。そう、今日のミスについてだ。あともう少しで莫大な損失が起きるところだったのだ。社長にはすぐに連絡をしていた。君は何をやっているんだ。立ったままの文也が社長に叱責される。先ほどは真っ青だったが、社長に叱責されている時の文也は真っ青を通り越して真っ白だった。まるで死人かというくらい顔色が悪かった。きっと最悪の事態も頭の中で考えているのだろう。頭を必死に下げて、両手には拳を作って涙をこらえていた。そんな文也の横に私は並んで、社長に深く頭を下げる。社長が叱責の言葉を止めた。社長、申し訳ございませんでした。斉藤が先走ったのは私のせいでもあります。私の指導が足りませんでした。以後、身を引き締めて仕事をしてまいります。何度も頭を下げた。そんな私を見て、社長が少し悩み、ため息をつきながら椅子に座った。藤本くんに免じて、今回は許す。ただ、斉藤くん、次に同じようなミスをしたら、会社を辞めざるを得ない覚悟をしておいてくれ。文也が頭を上げて社長を見る。社長がうんうんとうなずいていた。ありがとうございます。今後、ミスのないように細心の注意を払います。ありがとうございます。お礼は、藤本くんに言いなさい。ほら、二人とも今日は疲れているだろう？今日はもう帰って、また明日から引き続き頑張ってくれ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。また頭を下げてから静かに社長室を出る。社長室を出た瞬間、文也は今度は私へと頭を下げた。藤本さん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。その態度は別人のようだった。生まれ変わったような文也。私はいいよいいよと手を振りながら帰り支度をした。そんな私の前で決心したように、文也は敬意を表すかのように腰を折った。藤本さん、俺、藤本さんのもとで学ばせてください。今の仕事でたくさんあなたのことをお手本として見させてください。いろいろ教えてください。お願いします。文也の言葉に自分が評価してもらえたように感じて、嬉しくて頬をかく。ちゃんと見て学ぶんだよ。はい。この出来事をきっかけに、文也は謙虚になっていった。まるで人が変わったようだった。自慢話をすることはピタリとやみ、人の話に耳を傾けるようになった。何かトラブルが起きるとすぐに相談するようになる。あの大きな仕事ももうミスすることなく進んでいた。そして近くで働いて分かったのだが、彼はハーバード大学卒業なだけあって地頭がとても良かった。要領も良く、一度覚えると応用も聞かせられる。とんでもなく優秀な人材だった。そして気になっていた彼の英語もダメだと思ったところを指摘してみた。すると彼は言われたことを必死で直し、だいぶ聞き取りやすい英語になっていった。言語は一度癖になってしまうと直すことが大変なのだが、彼は一生懸命練習をしたようだ。アメリカ担当者だったマイケルに試しに電話で話してもらったところ、マイケルは大感動。これなら任せられると太鼓判を押してもらった。こうして私の仕事は減っていき、今では好きな時に休みを取って時間を作ることができるようになった。
妻と海外旅行を楽しみながら仕事を頑張っている。失敗は誰にでもあるもの。失敗を一度もしない人なんていないのだ。だが、失敗をしたら、その後が大事なのだと私は思う。失敗を恐れずに、何度も失敗を繰り返してやり直せば大丈夫。隠すことよりもやり直すことが大切だと、この年で改めて学んだ出来事だった。遺産目当ての寄生虫め、さっさと出ていけ。なぜ義士はこんなにも私を拒絶するんだろう。今考えると、義父が義士よりも私を可愛がっていたことに対する嫉妬だったのではないだろうか。私の名前は涼子。両親は幼い頃に他界したため、施設で育ち、高校を無事卒業した。高校卒業後はビル掃除の派遣社員として一生懸命働いていた。ある日、私は掃除を担当していたビルで俊介と出会った。俊介はビルに入っている会社に勤務していたサラリーマンだった。私はいつもビルの中庭で自分が作ってきたお弁当を食べるのが日課になっていた。何度かそこで俊介と会うようになった。はじめは挨拶程度だったが、今日も美味しそうなお弁当ですね。と俊介から声をかけられた。俊介はいつもコンビニ弁当を食べていて、いつしか一緒にお昼ご飯を食べる仲になった。私は料理が好きだったので、よければお弁当作ってきましょうかと、俊介の分のお弁当も作ろうかと提案し、お昼休みに中庭で私の手作り弁当を二人で食べることが日課になった。俊介の好物がお弁当に入っていると、うわー、お店で食べるよりも美味しいよ、と褒めてくれた。私や俊介にとってお昼休みのちょっとの時間が毎日の楽しみになった。実は俊介も幼いうちに母親を亡くしており、私のお弁当を家庭の味がして懐かしい。どれもとても美味しいよ。記憶は全然ないんだけど、昔食べたことがあるような。お袋の味ってこういう優しい味なのかな。と喜んで食べてくれた。そんな毎日を過ごしていくうちに、私たちは自然と交際に発展した。順調に交際を重ね、数年後彼からプロポーズをされた。俊介は涼子の手料理が毎日食べられるなんて俺は幸せ者だと言ってくれ、私は俊介と結婚することになった。交際している時に話してくれたのだが、実は俊介はそのビルの会社の社長息子だった。周りからは玉残し、いい男捕まえたわね、なんてもてはやされたが、私はお金目当てで結婚して専業主婦になるつもりもなかったため、そのままビルの清掃の仕事を続けた。結婚後ももちろんお弁当は2人分作り続けて、お昼時間は中庭で一緒に食べていた。俊介の家族は義父が1人と義士が1人いる。義父はとてもいい人で、両親のいない私を本当の子供のように優しく接してくれた。会社の社長としても部下たちに信頼されているようで、とても温厚な人だ。涼子さん、私を本当の親だと思って何でも言ってくれ。と、義父はいつも私を気にかけてくれた。幼い頃から家族に憧れのあった私に家族のぬくもりを感じさせてくれた。私の手料理を食べると、美味しい。俊介が言っていたみたいに懐かしい味がするよ。妻を思い出すな。なんて褒めてくれたので、夕食は私の手料理をよく食べてもらっていた。夫の俊介も変わらず優しく、とても尽くしてくれて、結婚して本当に良かったなと思う。とても幸せな結婚生活を送れている。そう。ただ一つを除いては。涼子さん、またそんな貧乏くさい服を着ているの？お姉さん、まああなたみたいな貧乏人は私みたいに高級な服は似合わないだろうけど、榎本家の顔を汚さないでくれる？義士のゆかは会うたびに私をいつも見下してくるのだ。両親のいない私は貧乏人。社長の息子である俊介と結婚したので、お金目当てではないか。義士は私のことを汚いものを見るような目で見て、いつも私の前で機嫌が悪かった。
親戚の集まりでレストランで食事会をした時も、涼子さん使い方わかるのかしら？ナイフとフォークは外から順番に使うのよ。あら、知るわけないわね。貧乏人がこんな高級レストランで食事なんてしたことないでしょ？と、親戚の前でいちいち私を小馬鹿にしてきた。さすがにそのくらいのマナーは私だって知っているよ。俊介も初めは私をかばってくれていたが、だんだん笑って話を流すようになってしまった。義父だけは義士のことを叱ってくれるが、そのことがさらに義士の機嫌を悪くさせてしまった。義士に、お父さんに気に入られているからって調子に乗ってるんじゃないわよ。と怒鳴りつけられたこともある。私はただ義士とも仲良くしたかったのだが、仲良くどころか初めから嫌われてしまっていた。私、お姉さんに嫌われているのね。と俊介に相談しても、陽子が何かしたんじゃないか。まあ姉さんもそこまで悪気はないだろうし。とかばってくれなくなっていた。私が施設育ちだから、お姉さんは私のこと気に入らないのかな。私は義士のことを相談できる人が俊介しかいなかったので、俊介に何とか義士の話を持ちかけてみたが、うるさいな。仕事で疲れてるのにそんなくだらないこと俺に言ってくるなよ。と、俊介は相談に乗るどころか、私の話を聞いてくれなくなっていった。そんなある日、義父が病に倒れてしまった。命に別状はなかったが、これからは介護が必要となってしまった。私は普段から義父によくしてもらっていたので、進んで介護をした。そして介護に専念するために掃除の仕事を辞めることにした。義士はそんな私がさらに気に入らないのか、会うたびに嫌味を言ってくるようになった。陽子さん、父に媚び売っても無駄よ。所詮あなたは他人なの。金の亡者ね。いやらしいわ。そんなつもりはありません。ああ、やだやだ。きっと義士には私が遺産目当てに義父に媚びを売っているようにしか見えていないんだろう。私はただよくしてくれた義父に恩返しをしたくて一生懸命尽くしているだけなのに。そんな義父の介護は、義士はもちろん、夫の俊介も手伝うことはなく、家族では私一人がやっていた。義父も心のどこかで寂しそうな顔をしている。そのため一度、義士と俊介に義父の顔を見に行ってあげてほしいと相談したことがあった。お父さんに一度顔を見せてあげてもらえませんか？お父さん、きっとお二人に会いたいと思います。はあ？涼子さん、あなた、父の介護ぐらいしかやることないんだから、私たちに押し付けないでくれる？いや、別に介護を代わってほしいのではなくて、義士と俊介は何かにつけて介護すること、義父に会うことを避けていた。そんな義士と俊介は、義父の介護には興味はないが、遺産にはとても興味があるようだ。私の目の前で、義父の莫大な遺産をどうしようか、いくらあるのかと話をよくしているのだ。私、タワマンに引っ越そうと思っているの。俺は車でも買い替えようかな。そんな二人を冷ややかな目で私は見ていた。結婚当初は優しかった夫も、莫大な遺産が手に入ると思い、性格までも変わっていってしまっていた。金遣いは荒くなり、夜も仕事と言ってお酒を飲んで帰ってくることが増えていった。私が何度注意しても、俊介は聞いてくれなくなってしまった。俊介、毎日飲んで帰ってくるのをやめて。お酒飲む時間があるんだったら、一度でいいからお父さんに顔を見せてあげてよ。うるさい。俺に立てつくな、この貧乏人が。仕事なんだから仕方ないだろう。俺に文句を言うな。俊介まで義士と同じように私を見下すようになってしまった。毎日酔っ払って帰ってきて、私へ暴言を吐くようになっていた。はあ、いつからこうなってしまったんだろう。あの優しかった俊介は、どこに行ってしまったの？そんなある日、
俊介がお弁当を職場に持っていくのを忘れていることに私は気がついた。私は交際の時からずっと俊介のお弁当を作り続けていたのだ。私は俊介の職場までお弁当を届けることにした。職場に着くと、私は俊介が若い子と給湯室で話しているのを目撃した。奥さんかわいそう。いいの？ああ、今日はわざと弁当忘れてきたんだ。あんな古臭い弁当、毎日食べさせられてうんざりなんだよ。親父が死んだら、あいつはもう用済みなんだ。早くミカと一緒になりたいよ。私は一瞬何が起きているのかわからなかった。今度のお休み、どこか旅行に行こうよ。いいね。あいつには出張だって言って泊まりで行こう。やったー奥さんかわいそう。そんな会話を聞いて、私はお弁当を持ってそのまま帰った。ひどすぎる。私はただの介護要員なんだ。妻として見てくれてないんだ。もうあの頃の俊介はいないんだ。私はその日から俊介との離婚を考えるようになった。その夜、俊介は仕事から帰ってすぐにいつもより上機嫌で、今度の週末は泊まりで出張になったから、と私に告げた。私は、あの子との不倫旅行ね、と思ったが、わかりました、とだけ言い、その日は眠りについた。旅行当日、俊介はウキウキしながら出張という名の不倫旅行へ出かけていった。出張という体で私に嘘をついているんだから、もう少し感情を隠せばいいのにと思ってしまった。こういうところは素直というか、馬鹿正直というか、俊介を不倫旅行に送り出し、涙が出そうになったが、義父の介護のため笑顔を作り、私も出かけた。義父はそんな私に気づいたのか。涼子さん、顔色が悪いけど大丈夫かい？息子が迷惑をかけているんじゃないかと。本当にすまないね。いえ、大丈夫ですよ。と私は言い返したが、どこか見透かされているような気がした。そんなことも知らない俊介は上機嫌で不倫旅行から帰ってきた。ほら、土産だ。仕事なのに気を使って買ってきてやったんだぞ。と偉そうに言ってきた。ありがとう。私はすべてを吐き出してしまいそうだったが、ここは我慢した。そんな日々の中、義父の容体が日に日に悪化していった。義父は、涼子さん、本当にありがとう。感謝してもしきれないよ。自分の娘と息子は一度も顔を出さないのに、涼子さんが毎日尽くしてくれて本当に嬉しかった。私は君のことを本当の娘だと思っているからね。また君の手料理が食べたいな。と微笑んだ。そんな、お父さん当たり前です。両親のいない私を本当の娘のように接してくれて、家族の温かさを教えてくれました。私こそお父さんにとても感謝しています。今度また作ってきます。お父さんの大好きな肉じゃがを。以前よりも弱々しくなってしまった義父だが、優しい顔で衝撃の事実を私に話した。涼子さん、実はな。私はそれを聞いたとき、あまりの衝撃で声が出なかった。まさか義父がこんな秘密を抱えていたなんて。義父はその数日後に帰らぬ人となった。義父が亡くなり49日、法要の時、義父とのことを思い出していた。義父は最後まで私の料理を食べたいと言ってくれていた。こんなことになるなら、もっとお父さんに料理を作ってあげればよかった。お父さんの顔写真を見ていると、ありがとうと私に優しく話しかけてくれる義父の姿を思い出し、自然と涙が頬を伝っていた。
そんな私を見て義士は、いつまで泣いているの？わざとらしい。父も死んであなたはもう用済みよ。いつまで家に帰省しているつもり？別に、そんなつもりは。はあ？あんたの親じゃないのよ。だから遺産はあんたには1円も入らないからね。貧乏人がお金欲しさに必死ね。義父が亡くなっても悲しむ素振りを見せずお金の話をする義士と俊介には私は本当に嫌気がさした。そうだぞ良子。この際だ。俺らもそろそろ終わりにしないか。そして俊介はこんな時に私に離婚までちらつかせてきたのだ。お前には遺産が入らないけど、俺らにはがっぽり父さんのお金が入るからな。残念だったな良子。貧乏人はどんなに頑張っても所詮貧乏人なんだよ。私はもう我慢できないと思ったその時、会社の弁護士がやってきて、義士と俊介に信じられない一言を言い放った。社長の遺産は1円も入りません。はあ？義士と俊介は何を言っているかわからない状態で混乱していた。俊介は、嘘だ！信じないぞ！何を言ってるんだこいつは！と弁護士の言うことを信じられない様子だった。弁護士は続けた。実は社長が倒れられた後に社長の部下による横領が発覚しました。被害総額が約100億円になるので、社長の遺産は借金100億円となります。義士は青ざめた顔で、そんな、もうマンションを買ってしまったのよ。どうしたらと言っている。俊介も、俺だって高級車を買ってしまった。嘘だろと、今にも泣きそうな顔をしている。うろたえる二人に私は、あらお姉さん、俊介、知らなかったんですか？私は会社の借金のこと、お父さんから聞いていましたよ。生前私に話してくれたんです。そしてお姉さんと俊介が私にした仕打ちを申し訳ないと謝ってもくれました。混乱している二人を置いて、私はさらに続けた。私はお父さんに生前贈与でタワマンと1億円を譲っていただきました。なのでそちらに住むことになります。あ、もちろんこちらから出ていくのでご安心ください。良子。ごめん、俺もそこで。ああ、そうだ。一緒に住もうじゃないか。俊介は急に態度を変えて私にすがりついてきた。あなたはさっき私と終わりにしたいって言ったじゃないの。もちろん私は俊介と住むつもりはないわよ。そんな、冗談に決まっているだろ。なあ、良子。俊介が不倫しているのは知っているのよ。私が今まで何も知らないとでも思っていたの？あんなに堂々と不倫してくれたおかげで証拠もたくさんあるんだから感謝しているわ。それに今日は離婚するつもりで来たから離婚届も持ってきました。あなたから別れを言ってくれたから手間が省けたわ。ありがとう。良子、待ってくれ。話を聞いてくれ。俊介はみっともなく私にすがってきたが、私は、あとは弁護士を通しましょう。と、その場を後にした。義父の49日の法要の日が、私たちの別れの日になるなんて思ってもみなかったけれど、義父が背中を押してくれた気がして、一歩前に進めた気がした。不倫の証拠もあり、私と俊介はその後あっさりと離婚が成立した。俊介と不倫相手の美香からは慰謝料も請求した。義士と俊介は100億円もの借金である義父の相続を放棄し、会社は倒産した。俊介は手に入るはずだった遺産がなくなり、仕事も同時に失ってしまった。先走って買ってしまった高級車はもちろん売り払った。挙句、私への慰謝料もあり、借金地獄だ。そしてお金目当てだった不倫相手の美香にも振られてしまったのだ。あんたのせいで私まで慰謝料を請求されたと捨てられてしまったそうだ。まあ金も仕事もない40歳手前の男なんて、若い女の子からしたらただのおじさんにしか見えないのだろう。
俊介に惚れていたわけではなく、俊介のお金に惚れていたわけだ。そんなわけで俊介は今、古いアパートで一人暮らしをしているらしい。涼子、俺が悪かった。涼子の手料理が食べたいよ。やり直そう。と、俊介から復縁を迫られたが、もちろん断った。俊介は私が好きでやり直したいんじゃなくて、義父の生前贈与のお金に目がくらんでいるだけだろう。義父も今まで住んでいたマンションを売り、今は安いアパートに住んでいるとのことだ。義父は義父のお金にすがりついていて、まともに仕事をしてきていなかったので、必死で働いて生活しているらしい。私はというと、義父に生前譲ってもらった高級タワマンで暮らしている。お金ももらっていたので生活には困っていなかったが、贅沢ばかりはできないと掃除の派遣の仕事を再開した。夢だった家族を失ってしまった悲しみはあるけれど、なんとか前を向いて歩いている。ある日、いつものように職場近くの中庭でお弁当を食べていると、ふらふらと歩いている義父と再会した。義父はブランド物で着飾っていた以前のような美しさはなく、地味でヨレヨレな服を着て、以前とは見違えるぐらい人が変わっていた。お姉さん？私は変わり果てた義父に声をかけた。義父は昔のように見下してくる元気もなく、二人でベンチに座り、素直に私の話を聞いてくれた。私は義父からの言葉を姉に伝えた。生前、お父さんから伝えてほしいと言われていたんです。お父さんは奥さんが亡くなってから子供たちに苦労はかけまいと仕事に打ち込んできた。でも仕事ばかりで家族に向き合う時間が少なくなってしまったと。お姉さんと俊介には寂しい思いをさせてしまった。もっと自分が家族と向き合っていればって最後に言っていたんです。そして私さえ良ければお姉さんと俊介を気にかけてほしいとお願いされました。その言葉を聞いて、義父は泣き崩れてしまった。お父さん。義父は幼い頃に母親を亡くし、父親に甘えられずに弟の面倒を見てきて、本当は寂しかったんだろう。そこに俊介の嫁として私が現れ、義父と仲良く話す姿にきっと嫉妬していたんだろう。涼子さん、ごめんなさい。私、あなたに本当にひどいことを。いいえ、もういいんです。お父さんのお気持ち少しでも伝わったなら嬉しいです。本当はもっと早くお姉さんに伝えたかったんですが、俊介との離婚のことでバタバタと話もできずに別れてしまったので。でも今日お話できてよかったです。義父は言葉に詰まりながら、お父さんともう一度話せたら。でも父の気持ちを教えてくれてありがとう。本当にありがとう。と涙を流していた。義父の姿を見て、お父さんの気持ちが少しでも義父に伝えられてよかったと思った。私も幼い頃、両親を失い、家族に強い憧れがあり、よくしてくれた義父に甘えすぎていたのかもしれない。私が義父の立場だったら、急に現れた弟嫁に義父を取られたと嫉妬するかもしれない。だからといって人を見下したり、暴言を吐くことはいいことだとは思わないけど、義父の態度が私に対する嫉妬心だったと思うと、心が少し軽くなった。そうだお姉さん、もしよかったら、これからここでお弁当一緒に食べましょうよ。私、明日からお姉さんの分のお弁当も作ってきます。と、義父に提案した。義父は遠慮しながらも、涼子さん、本当にありがとう。実は前からあなたの料理食べてみたかったの。父や俊介が懐かしい味がするって言っていたのが、本当は気になってて、と返事をしてくれた。嬉しい。明日楽しみにしていてくださいね。お父さんが大好きだった肉じゃがを作ってきます。もう家族ではないけれど、義父と、いや、ゆかさんとこれからいい関係が築けそうな気がする。
おい、柳山。今日の約束、すっぽかしたそうじゃないか。おかげで取引は白紙だ。二度も約束を守れないような社員がいる会社とは取引できないってな。それには事情がありまして。黙れ。お前はクビだ。明日からもう来なくていい。物理と電話が切れた。俺は呆然として真っ黒になったスマホの画面をただ眺めることしかできなかった。俺は大事な商談に向かう途中、一人の女性を助けて遅刻した。遅刻したことで取引先が怒ってしまい、社運をかけた商談が頓挫してしまったのだ。しかし、この出来事が俺の人生を飛躍させることになろうとは、この時の俺は知る由もなかった。俺の勤めている会社は、家庭向けの惣菜を扱っている。家族団らんにもう一味がモットーで、小さな子供のいる家族でも安心して食べられるような着色料、保存料不使用、塩分、糖分、油分控えめな商品が売りだ。中小企業だが、この売り方がお客さんに受け入れられていて、売り上げは右肩上がりを続けている。俺は営業としてスーパーや百貨店なんかに商品を置いてもらえるよう、日々お願いして回っている。今日は新進気鋭の大手スーパー、10優にうちの商品を置いてもらうよう頼みに行った。今日は、というか、ここ一月はずっとそこに通い詰めている。10優は激安が売りのため、うちの商品は毛色が違うと断られ続けているのだ。でも、10優の活躍は目覚ましいものがある。ここにうちの商品を置いてもらえれば、売上アップは間違いなしだと、俺も社長も踏んでいる。社長にも、我が社の命運がかかっているぞと期待されているし、頑張らないと。10優本社と俺の会社との往路の道にある。桜並木を俺はとぼとぼと歩いていた。桜は七分咲きだった。今日も色良い返事をもらえなかったことに、落胆していた俺の目に、花見をする家族が映った。桜の木の根元にカラフルなレジャーシートを敷いて、おにぎりや惣菜を広げている。その惣菜が自分の会社のものだったから、思わず足を止めてしまった。男の子が、このおかず美味しいと笑うと、釣られたように、その両親と弟らしき子供も笑顔になった。その家族の周りが、暖かい光に包まれているように見えた。その光景に、俺の胸もポカポカしてきた。俺は、両親を小さい頃に亡くした。親戚に引き取られたけど、やっぱり実の子じゃないからか。冷たくとまでは言わないけど、腫れ物みたいに扱われた。それが嫌で、俺は全寮制の高校に入った。それ以降、俺は一人だ。保護者代わりのその親戚のところには、家を出てから一度も行っていない。向こうも連絡をしてこないし、俺が出て行ってほっとしていると思う。だから、家族団らんというものに、人一倍憧れがあった。まだ小学生の時は、こんな家族が欲しいとよく妄想したものだが、中学になってやめた。どれだけ手を伸ばそうとも手に入らないことに、やっと納得したのだ。当たり前のように家族団らんを享受していることが、どれだけ幸せなことか。そんな当たり前を他の人には続けてほしい。その一助になれればと思って、今の会社に入社したのだ。落胆している場合ではないと、自分に喝を入れ直して会社へと戻った。明日も10優本社に行くつもりだった。契約が取れるまで何度だって通うつもりだ。翌日、いつものように10優本社のエントランスについて、受付の人に担当の根津さんに取り継いでもらうように頼む。いつものように案内された応接室には、冷たい目をこちらに向ける根津さんが、すでにソファーに座っていた。しつこいですね。あなたも、そちらの商品は、うちが取り扱っているものと毛色が違うと、何度説明すればわかるんですか？迎えに腰掛けると、開口一番、根津さんはそんなことを言った。俺はそこを何とかと頭を下げた。うちの商品は家族向けです。御社のお客様層は家庭を持つ方が多いですよね。ターゲット層は一緒です。だから、値段の話ですよ。御社のものは高いんです。
根津さんはやれやれと言わんばかりに頭を振った。小耳に挟んだんですけど、あなた、親がいないんですって？全寮制の高校に入学して、卒業後すぐに今の会社に入られたとか。そんな家族の温かみを知らないあなたに、家族団らんがどうのと説得されてもね、しらけるんですよ。とんだ茶番だってね。彼女の言葉に、俺の胸がズキズキと痛む。膝に置いた手をぎゅっと強く握った。だからこそです。自分は家族団らんを知らないから、それがどれだけ尊いものかを知っています。うちの商品は確かに少し高いですが、その分の質と味は保証します。他のお店ではリピーターもたくさんいますから、きっと御社で取り扱っても、同じように気に入って買ってくださるお客様が現れます。置いて損はありません。そう言って、再び俺は頭を下げた。すると、応接室のドアが開く音が耳に入る。おい根津、そんなにいじめてやんなよ。社長。根津さんの慌てたような声に俺は顔を上げた。そこには、獣友の社長の三好さんがいた。根津さんは、さっきまでの俺を見下していたような態度を改めて、ソファーから立ち上がると、三好社長をそこへ座るよう促した。その顔には満面の笑みが浮かんでいる。ソファーに座った三好さんは、ポカンとしている俺を見た。さっきのお前のセリフ気に入った。そんなに言うなら、お前んとこの商品置いてもいいぞ。突然の三好社長の言葉に、俺は目をパチクリさせてしまった。根津さんにとっても予想外の言葉だったのか、彼女は社長と咎めるような声を出した。三好社長は、それを片手で制する。商談の担当は引き続き、根津に任せるぞ。根津さんは、その三好社長の言葉に少しだけ肩眉を上げた。けど、口をまっすぐに結んだだけで何も言わず、三好社長に向かって小さく頭を下げた。思わず、ありがとうございますと大きな声を出して、思いっきり頭を下げた。まだ若い獣友の社長は愉快そうな笑い声を出した後、俺の肩を激励するように二度強く叩いた。会社に戻って、社長に獣友と取引する約束を結んだと報告すると、よくやったと大いに褒めてくれた。それから2日後、14時から根津さんと商談を控えた俺は、獣友の本社ビルへ向かっていた。薄紅色の花が満開に咲き誇る道を、意気揚々と進んでいると、その木の根元に、倒れている人を見つけた。びっくりして、慌てて駆けつけて抱き起こした。桜のせいかと思うほど、すごく綺麗な女の人だった。その白鉄の顔は、真っ青になっている。救急車を呼ぼうとスマホを取り出すも、慌てていたせいか、手を滑らせて地面に落としてしまった。すぐに拾ったけど、画面がバキバキに割れて真っ暗になっていた。電源ボタンを長押ししても、うんともすんとも言わない。周囲を見回すも、間の悪いことに誰もいない。仕方なく、その女の人を抱えて病院へ向かった。お医者さんに引き渡して後を任せようとしたら、ご家族ですね、そのままお待ちくださいと言われて待機させられてしまう。公衆電話を使って連絡しようにも、根津さんの番号を覚えていない。諦めて待合室でぼんやりしていると、看護師に付き添われて女の人がやってきた。顔は相変わらず青かったけど、倒れていた時よりはマシになっている気がした。看護師が去った後、女の人は頭を下げた。すみません。とんだご迷惑を。いや、君こそ大丈夫？はい、おかげさまで。そこでパッと時計を見ると、商談の時間はとっくに過ぎていた。思わずため息が漏れる。女の人が気まずそうに眉を下げていた。俺は大丈夫と繰り返して、用事があるからとその場を後にした。急いで走って、獣友本社にたどり着いた。根津さんを呼んでもらうと、彼女は目をつり上げながらやってきた。遅刻。しかも連絡もないだなんて、どういう了見ですか？本当に、うちと取引する気があるんですか？すみません。スマホが壊れてしまって、言い訳はいりません。次にこういうことがあれば、取引はやめさせていただきます。だいたい私は、記者との取引はするべきではないと思っていますから。
値段だけ高くて理想を売るだなんて馬鹿げてますよ。商売舐めてるんですか？面目次第もない俺は頭を上げることができなかった。でも、うちの会社と取引すべきではないとは思っていて欲しくなかった。なんとかしなくちゃと思った俺は、俺を気に入ったという三好社長の言葉にすがることにした。三好社長にも謝罪させてほしいのですが、社長は今、長期休暇中です。ぴしゃりと言われて、俺は返す言葉をなくした。今日はすごすごと会社に戻るしかなかった。会社に戻ると、社長に呼び出された。重友から電話があったぞ。穴山が来ないが何をしているのかとな。すみません。人が倒れていて。ああ、それよりも約束の方が大事だろうが。我が社の命運がかかっていると散々伝えたろう。机を強く叩く社長に、俺は首をすくめた。いいか。もし向こうとの取引に失敗してみろ。お前、首だからな。社長は自分の首を人差し指でトントンとついてみせた。俺は小声で謝罪の言葉を言うしかなかった。日が落ちて暗くなった道を、俺はとぼとぼと帰り道を歩いていた。スマホを買い直しに行ったから、帰りが遅くなってしまった。それに、今日は夕ご飯を作る気分じゃなかった。カップ麺でも買って済まそうと思って、せっかくだからと、近くにある重友に寄る。どのカップ麺にしようか吟味していると、右下から軽い衝撃を受けた。見ると、子供が尻餅をついている。鼻の頭が真っ赤になっていた。大丈夫？俺はしゃがんで、その男の子に手を差し出した。男の子は平気と言いながら、俺の手を取る。ジン、すみません、うちの子が。あら？駆けつけた母親らしき女の人を見ると、なんと、昼に病院に連れて行った美人さんだった。まさかまた会えるなんて思っていなかったから、胸が弾んでしまった。どこかでまた会えたらいいなとは、密かに思っていたのだけれど。その節はどうも、ありがとうございました。女の人は再び頭を下げた。後ろに束ねた焦げ茶色の綺麗な髪が、馬の尻尾みたいにぴょこんと跳ねる。俺はまた、大丈夫ですよと繰り返した。ちらりと下を見ると、男の子と目が合った。男の子はしっかりと、女の人の手を握っている。さすがに、彼女ほどの美人が結婚していないなんてことはなかったかと、弾ませた胸がしぼんでいった。それを顔に出さないように必死になる。お母さん、この人知り合い？うん、私の命の恩人よ。恩人って何？ヒーローかな。おじさんヒーローなの？かっこいい。男の子はキラキラした目で俺を見上げた。おじさんと言われたのは少しショックだけど、その視線は悪くない。私は三好さくらと言います。この子はジン。さくらさんはジンくんの頭を撫でた。ジンくんは嬉しそうにはにかむ。俺も自分の名前を教えた。お礼がしたいんです。病院で言おうと思ってたんですけど、急いでいるみたいだから言い出せなくて、ここで会えてよかった。さくらさんが目を細めた。その美しさに思わず見惚れてしまう。うちに来てもらえませんか？夕ご飯ご馳走させてください。翔介さん、今日は夕ご飯作らないみたいですし。ちらりとさくらさんが、俺のカゴの中を見た。思わず顔を赤くしてしまう。さくらさんはスーパーの近くのアパートで暮らしているらしい。小さいけど清潔で、セキュリティがしっかりしているところだった。さくらさんが作ろうとしているのは、鶏ひき肉と卵、ほうれん草が乗っているそぼろ丼のようだった。が、レシピを睨みながら調理するその手つきは、見ていてハラハラするものだった。手伝いましょうか。いいえ、お礼ですから、翔介さんは座っててください。家主にそうきっぱりと断られてしまっては、退散するしかない。やがて出来上がったそぼろ丼は、卵とひき肉がところどころ焦げていた。砂糖を入れすぎたのか、ほうれん草はとても甘ったるい。でも俺はそれを平らげた。大したお礼ができなくて、すみません。本当はもっといいレストランなんかに連れて行った方がいいんでしょうけど、小さい子がいますから。申し訳なさそうに眉を下げるさくらさんは、
ごちそうさまでしたと元気よく言うジン君を見た。それより、休んでなくて平気なんですか？今日倒れたばかりですよね。ジン君に聞こえないよう小声で言うと、桜さんは苦笑いを浮かべた。平気です。私一人でジンの面倒を見ないとだから。頑張らないと。俺はぐるりと部屋を見回した。桜さんとジン君のものは、そこかしこに置いてあるのが見えるけど、旦那さんのらしきものがないことに首をかしげる。旦那さんは？ちょっとためらいながらも尋ねると、桜さんは視線を落とした。夫には先立たれてしまって。そうだったんですか。すみません。話しにくいことを聞いちゃって。いえ、女手一つで頑張ってるように見えますけど、兄に頼りっぱなしなんですよ、本当は。桜さんは少し茶目っ気を含んだ笑顔を見せた。凛とした美しさとのギャップに思わず胸がキュンとする。うちは両親が早くに亡くなったから、兄が親の代わりになって私を育ててくれました。本当は大学に通いたかっただろうに、高校を出てすぐに就職して、その就職も起業の足がかりのつもりだったみたいで、辞めて会社を起こして、私もそこで働き始めて、今では大手って言われるほど大きくなったんですよ、兄の会社。自慢のお兄さんですね。ええ。桜さんがまるで自分のことのように胸をそらしたから思わず笑ってしまった。お兄さん、桜さんが倒れたこと心配していますよね。途端に桜さんの顔が曇ってしまった。兄には倒れたことを言ってません。今、兄は旅行中なんです。会社が軌道に乗ってきて、ようやく取れた長期休暇で、家族とヨーロッパに。大手会社の社長、長期休暇中、三好という名字。その三つが揃ったので、俺はピンときた。もしかしてお兄さんって、獣友の社長の三好さんですか？ええ。桜さんは不思議そうにしながらうなずいた。やっぱりと、俺はこの偶然に驚きを隠せなかった。兄と知り合いですか？知り合いというか、実は今、そちらと取引させていただいていて。まあ、そうだったんですか？もしかして、急いでいたのって、うちとの取引ですか？なんとも言えずに言葉を濁すと、桜さんはしょんぼりと肩を落とした。そして、大きくゆっくりと深呼吸をする。それから、真剣な顔で詰め寄ってきて、がっしりと俺の手を掴んだ。香水でもつけているのかと思うほど、彼女からはいい香りがした。心臓がはち切れんばかりに高鳴る。もし今回のことで、翔介さんに不利益があったら、私が取りなしますから言ってください。いや、大丈夫、本当に。怒られたけど、取引は続けてもらえるみたいだし、それに、三好社長は、うちの会社との取引に乗り気だし。そうですか？ならいいんですけど、私のせいで翔介さんに何かあったら、申し訳なくって。本当に気にしないでください。念押しすると、桜さんはやっと納得してくれたのか、ゆっくりと手を離した。彼女の柔らかい熱を名残惜しく感じていると、強い視線を感じた。そっちを見ると、ジン君が大きなクリクリとした目をこちらに向けている。おじさんヒーローなんだよね。何色？朝にやっている特撮戦隊ヒーローものと、俺と同一視しているらしい。おじさんはグリーン。早きこと風のごとくってな。立ち上がってポーズを決めると、ジン君はパッと顔を輝かせた。やった！俺グリーンが一番好きなんだ。俺も緑が一番好きだった。ジン君と好きなものが同じで嬉しくなる。お母さんはピンクなんだよ。そう言って、ジン君は桜さんの腕を引っ張った。目を丸くした桜さんは立ち上がって、静かなること林のごとくと言って決めポーズをした。俺が拍手すると、桜さんは少しだけ頬をあからめた。翔介さん、特撮に詳しいんですね。独身ですよね。独身ですよ。特撮は趣味みたいなもんです。桜さんの質問に、俺もちょっと恥ずかしくなって頭をかいた。実は俺も、桜さんと同じで早くに両親を亡くしまして、だから家族団らんっていうのに憧れて、こんな家族が欲しいっていうのをよく妄想してました。その中に、
父親とヒーローごっこをするというのがあって、そのために見始めた特撮だったんですけど、これがなかなか子供向けだからって侮れませんよね。毎年シリーズが変わっても見続けちゃってます。照れながら言う俺に、桜さんはふっと笑った。それから、そっと視線を落とす。辛いことを思い出させちゃって、すみません。いえ、大丈夫ですよ。どうしても気になるんなら、俺も桜さんに話しにくいこと聞いちゃったし、おあいこってことにしましょう。そう言って俺は手を打った。桜さんは目をしばたたかせてから、はいと顔をほころばせてうなずいた。その後、ジン君が集めているグリーンのヒーローのグッズ自慢に付き合っていると、夜の9時を回っていた。ジン君は桜さんに叱られて、お風呂に入った後、寝室に行ってしまった。ごめんなさい。ジンの相手をしてもらっちゃって。全然、こちらこそ楽しかったです。それにごちそうにもなっちゃいましたし。そう言うと、桜さんは安堵の息を漏らした。その顔色は、まだ少し優れていないように見えた。桜さんも今日は早めに寝てくださいね。はい。桜さんは微笑みながらうなずいた。その笑顔は帰宅してもまだ俺の胸を温かくしてくれた。これなら明日も頑張れそうだと俺は安眠に包まれた。翌朝、すっきり目覚めて元気よく出社した俺に社長の雷が落ちた。昨日のこと、改めて謝ってこい。契約取れなかったらクビだからな。再びクビという言葉を出されて、俺のテンションは一気に落ちた。重い足を引きずるようにして、十遊本社に向かう。はらりと舞う桜の花びらに、桜さんを思い出して、少しだけやる気を取り戻した。十遊本社のエントランスについて、俺は受付の人に頭を下げる。約束はしてないんですけど、昨日のことを謝りたくて、根津さんに取り継いでいただけますか。受付の人は気の毒そうにしながら、根津さんに連絡を入れてくれた。10分ほど待ってほしいと言われたので、受付のそばに置いてあるソファーに腰掛けた。ぼんやりしていると、ふと桜さんの姿が目に入った。スーツ姿もよく似合っているなぁなどと、鼻の下を伸ばしていると、桜さんが不意に、その綺麗な顔を苦痛に歪めたかと思うと、バタリと倒れた。桜さん！俺は桜さんのそばに駆け寄る。桜さんは胸を強く押さえて、呼吸を荒くして冷や汗を流していた。唇は紫色に染まっている。受付の人がすぐに救急車を呼んでくれた。根津さんに会う約束も頭から飛び抜けて、俺は桜さんについていく。桜さんは心不全らしい。昨日倒れた時にそう診断されて、安静にしておくように言われたのに、桜さんはそれを無視したのだ。何も気づかずに、のんきに部屋にお邪魔して、夕ご飯をごちそうになっていた自分が腹立たしくなった。あの時、顔色が悪いことには気づいていたのに、ちゃんと桜さんを休ませておけば、そんな後悔が胸の中をぐるぐると渦巻く。桜さんは入院することになった。とりあえず、一命を取り留めたことにほっとしていると、買い直した新品のスマホが振動した。社長からだった。おい、穴山。今日の約束すっぽかしたそうじゃないか。おかげで取引は白紙だ。二度も約束を守れないような社員がいる会社とは取引できないってな。それには事情がありまして。黙れ。お前はクビだ。明日からもう来なくていい。物理と電話が切れた。俺は呆然として真っ黒になったスマホの画面をただ眺めることしかできなかった。慌てて根津さんに連絡した。根津さんは電話には出てくれたが、声があからさまに不機嫌だった。そちらから押しかけておいていなくなるなんて非常識にも程があります。あなたとはもう取引をしたくありません。すみません。どうしてもその場を離れなきゃいけないことが起きてしまって。言い訳はいらないと前に言いましたよね。社会人として、いや、人として最低限の教育を受けなかった人って。親がいなかったのは同情しますけどね。だから嫌だったんですよ。金輪際私に連絡をしないでください。あと、社長にも。迷惑です。社長の時と同じように、電話は一方的に切られた。もう本当に取り付く島もなかった。俺は仕事に失敗して、会社をクビになったのだ。
そんな実感がじわじわと足元から押し寄せてきた。泥沼にはまったような気持ちだった。待合室でうなだれていると、看護師さんから桜さんの面会の許可が下りたと伝えられた。のしかかる重い気分を何とか振り払って、俺は病室へ向かう。俺が入室すると、桜さんはゆっくりと身を起こした。寝てていいですよ。そう言ったけど、桜さんは静かに首を横に振った。顔には血の気がなかった。細くて白い腕には点滴がつながっている。実は、前に倒れた時も入院を勧められたんです。ジンがいるからって断ったんですけど。今回は入院は回避できないのだろう。桜さんは顔を暗くしていた。三好社長に連絡しますか？しないでください。桜さんは泣き出しそうな顔で俺を見上げた。兄にとって初めての家族水入らずの旅行なんです。私のせいでそれを台無しになんてしたくない。桜さんは掛け布団を強く握りしめた。その手の甲にぼたりと涙が落ちる。私自分が情けない。自分の体調も満足に管理できないなんて、社会人としても母親としても失格です。ジンにはお父さんがいないから、私が2人分頑張らないと、しっかりしないといけないのに。体も声も震わせて、桜さんは泣いていた。俺にはその顔を見せないように下を向いている。俺は一瞬ためらった後、恐る恐る、桜さんの肩に触れた。その手が振り払われることがなかったから、そのまま背中に肩を回して、いたわる気持ちが伝わるように撫でた。ジンごめんねと、桜さんは繰り返しジン君に謝っていた。他にジン君を預けられそうな人はいないんですか？桜さんはうつむいたまま、首を横に振った。俺はうーんとうなってしまう。よかったら、俺がジン君を預かりましょうか。俺、ご飯作るの得意なんですよ。会社で得た知識で、子供に優しいおかず作れますよ。そう提案すると、桜さんは涙でぐちゃぐちゃになった顔を俺に向けた。そんな顔でもなお、桜さんの美しさは損なわれていない。でも、翔介さんには迷惑かけっぱなしで、これ以上は。大丈夫ですって。困った時はお互い様ですよ。なおもためらう素振りを見せる桜さんの手を大丈夫だというように握る。よろしくお願いします。しばらく間が経った後、桜さんは絞り出すようにしてそう言った。預かったジン君を俺の部屋に連れてくると、ジン君は硬い表情のまま、お邪魔しますと言って部屋に入った。しばらくは、ここを自分の家だと思ってくれていいからね。そう言ったけど、ジン君は前会った時とは打って変わって、ニコリともしなかった。戦隊グリーンのソフビ人形を強く握りしめている。面倒を見ると言ったものの、ジン君と暮らすのは正直大変だった。初日は他人の家だからか、おとなしくしていた。だけど、数日経って慣れてきたのか、少しわがままになってきた。やだ！ピーマンいらない！そう言ってジン君は、チキンライスに入れたピーマンを放り投げた。床に落ちたピーマンに思わずため息を落とすと、ジン君がビクリとして、怯えたように俺を見上げた。ダメだよ。投げちゃかわいそうでしょ。優しく声をかけながら、ティッシュでピーマンを拾う。かわいそうじゃないもん。嫌いだもん。グリーンと同じ色なのにな。そう言うと、ジン君は口をへの字に曲げた。その日はピーマンを食べてもらうのを諦めた。翌日、肉団子の甘酢炒めを作り、その肉団子の中に細かく刻んだピーマンを入れる。ジン君はピーマンには気づかなかったようで、美味しそうに全部食べた。実は、さっきのお団子の中にピーマンが入ってたんだよ。食べ終わった後でそう伝えると、ジン君は目を丸くした。食べれたじゃん。偉いね。頭を撫でると、ジン君は頬を赤くして美味しかったと言ってくれた。俺がピーマン食べたらお母さんびっくりするかな？するよ。じゃあ、お母さんが帰ってくるまでに俺ピーマン食べられるようになる。お母さんをびっくりさせちゃう。そう言って笑うジン君を見て、心がポカポカと温かくなった。俺の思い描く家族団らんには人数が足りないけど、それでも、二親が揃っていなくても、家族団らんはできるのだと感じた。
ジン君を預かって数日が経った。仕事をクビになった俺は、心置きなく、一日中ジン君の面倒を見ている。その夜、ジン君を寝かしつけた時、不意にスマホが着信音を鳴らし始めた。三好社長からだった。もしもし。ああ、穴山、今大丈夫か？夜だと思うが、大丈夫ですよ。どうしました？取引順調か？根津からは問題ないって聞いたが、どうも胸騒ぎがしてな。三好社長の言葉に思わず息を飲んだ。けど、すぐに平静を装う。根津さんのおっしゃる通り、順調ですよ。だから心配しないで家族旅行を楽しんでください。あれ？俺お前に。三好社長が何か言いかけたその時、寝室からジン君の泣き声が響き渡った。その泣き声、すみません。今、親戚の子供を預かってて、あやさなきゃなんで切りますね。すみませんを何度も繰り返してから、俺は電話を切った。急いで寝室に向かうと、薄暗い部屋の中で、ジン君がワンワンと号泣していた。お母さんどこ？母親を求めて泣くジン君に、胸が締め付けられて、思わず強く抱きしめた。まるで平気みたいに振る舞っていたけど、全然そうじゃなかったんだ。本当は我慢していたんだと思うと、目の奥が熱くなってきた。お母さんは病院だよ。今、悪い病気と戦ってるんだ。おじさんグリーンなんでしょ？お母さんの病気やっつけてよ。その言葉に、つんと鼻の奥が熱くなった。グリーンは困っている人の前に颯爽と現れて、いっぱいいる敵を蹴散らすのは得意だよ。でも、根強く構えているようなボスを倒すのは苦手なんだ。お母さんはピンクだろ。今お母さんは戦うために静かに敵を待ち構えているところなんだ。お母さんなら必ず敵を倒して帰ってくるよ。だからそれまで、ジン君も俺と一緒に待ってよ。背中を優しく叩きながらそう説得すると、納得してくれたのか、ジン君は涙を止めて大きくうなずいた。それから2日後、俺はジン君を連れて桜さんのお見舞いに行った。明日、退院することになりました。柔らかい声でそう告げた桜さんに、ジン君はパッと顔をほころばせる。お母さん、悪い敵やっつけたんだね。ジン君は持っていくと言って聞かなかった戦隊グリーンのソフビ人形を片手に持って万歳をした。その歓声に、桜さんが首をかしげる。実は、と、この間の話をしようとしたとき、がらりと病室の引き戸が開かれた。そこにいたのは三好社長だった。隣には、きつそうな顔をした女の人が女の子を連れている。三好社長の奥さんとその娘さんだろうか。兄ちゃん、どうして？帰ってくるのあさってだよね。桜さんが目を見開いて声を上げた。三好社長がそんな桜さんを睨む。帰ってくるに決まってんだろ。妹が倒れたってんならな。桜さんは申し訳なさそうに顔に影を落とした。三好社長はこれ見よがしに大きなため息をつく。穴山に電話したとき、なぜか俺が家族旅行してることを知ってて、しかも電話口からジンの泣き声が聞こえた。こりゃ桜に何かあったなって思って社員に問いただしたら案の定。三好社長は桜さんのそばに行くとベッドに手をついた。桜、なんで倒れたこと黙ってた？桜さんはうつむいたままだった。唇をぎゅっと強く引き結んでいる。そんな桜さんを見ていられなくて、俺は一歩三好社長に近づいた。桜さんは三好社長に迷惑をかけたくなかったんですよ。今まで親代わりになって育ててくれたお兄さんの初めての家族旅行だからって。三好社長がベッドに手をついたまま俺をじろりと見る。その視線に少しおじけづくけど、なんとか踏ん張る。本当に迷惑だわ。声は意外な方向から聞こえてきた。振り向くと、三好社長の奥さんが顔をしかめて腕を組み、桜さんに厳しい目を向けていた。この人も美人なので、凄みがある。その視線を受けて、桜さんはますます目を伏せてしまう。三好社長の奥さんが大行にため息をついた。いつまでそうやって他人行儀にしているつもりなの？あなたもジンも家族の一員だと思ってるのは私だけってわけ？桜さんはびっくりしたように目を丸くして顔を上げた。
三好社長の奥さんは、苛立っていることを示すように、二の腕に乗せている指をトントンと動かす。それからちらりと、そばで三好社長の娘さんと遊んでいるジン君を見た。ジン君は、三好社長の娘さんに戦隊グリーンのソフビ人形を自慢しているところだった。娘さんは特撮を見ていないらしく、それの何がすごいのと無邪気な質問を投げかけている。あの番組のヒーローは徒党を組んで戦っているわね。それぞれ得意なことは違うから、苦手なことは得意な人に任せて。その代わりに仲間の苦手なことを手伝ってあげる。一人はみんなのために、みんなは一人のためにってね。三好社長の奥さんは桜さんに視線を戻した。その目の光は鋭いけど、慈愛に満ちている。桜さんはパチパチと目をしばたたかせた。超人であるヒーローですらそうなのよ。凡人である私たちは生きていくのに余計に誰かの助けが必要だと思わない？一人で抱え込むのはやめなさい。苦手なことは他の得意な人に任せなさい。困ったら私たちを頼りなさい。私たち5人で家族でしょ？桜さんは大粒の涙をたくさんこぼし始めた。おえつまじりにごめんなさいと何度もつぶやく。三好社長の奥さんは桜さんのそばに寄り、その頭を優しく撫でた。そういう時は、ありがとうって言うのよ。桜さんはますます涙を流して、ありがとうございますと言った。お母さん泣いてるの？桜ちゃん痛いなの？ジン君と三好社長の娘さんが心配そうに駆け寄ってきた。そんな二人に三好社長が柔らかい声で、嬉しくて泣いてんだよと言った。そんな桜さんたち家族が暖かい光に包まれているように見えた。その光景は、俺には眩しくて、思わず目を細くする。ふと三好社長が俺を見て、顎で廊下を指し示した。部屋の外に出ると、三好社長が頭を下げる。根津が勝手なことをしてすまなかった。いや、約束に2度も遅れた俺が悪いんで、どっちも倒れた桜を助けたからだろ？お前がいなかったら、桜は命を落としていたかもしれない。感謝してもしきれない。ありがとう。三好社長が表情を和らげる。俺は首を横に振ることしかできなかった。根津は担当から外した。次のやつはちゃんとお前との取引を前向きに進めてくれるやつだ。安心して商談に臨んでほしい。その言葉に、俺は何と返せばいいのかわからなかった。クビになったから、俺が商談することはもうないなんて言いにくい。どうした？口を閉じてしまった俺を不審に思ったらしい三好社長は眉根を寄せた。何でもいい。困っていることがあるなら話してほしい。お前は桜の、俺たち家族の恩人だし、それに一人はみんなのために、みんなは一人のために、だろ？さっき奥さんが言った言葉を繰り返して、三好社長はにやりと笑った。その笑顔を見て、少しだけ心が軽くなる。実は俺、会社をクビになっちゃったんです。そう打ち明けると、三好社長は鳩が豆鉄砲を食ったような顔をした。その顔がすっと冷ややかなものに変わる。へえ、お前みたいな優秀な奴をクビにするなんてね。見る目がねえな、そっちの社長は。三好社長は顎に手を当てて、何か思案する様子を見せた後、いたずらを思いついた子供みたいな顔をした。よーし、ならお前、うちに来ないか？突然の予期していない誘いに、俺は思わずすっとんきょうな声を上げてしまった。お前は自分のことを顧みずに他人を優先しちまう性格のようだ。俺の妹を助けたっつったら、さすがの根津も文句は言わなかったろうに、お前はそれを言わなかったんだろ。俺にも言わなかったしな。言えば、お前にとっちゃ得になったはずなのに、そのせいで、お前は損をした。そういうお人よしのバカ、俺は見過ごせないんだよ。三好社長は真剣な顔をしてそんなことを言う。胸の奥から熱い塊がせり上がってきた。そんなこと言う社長だって、随分とお人よしですよ。こんな俺なんか拾おうとするなんて。それを飲み込むため、俺はわざと、茶化すような声色を出した。けど、そんな俺のごまかしは看破されているらしく、三好社長はゆっくりと首を横に振る。いいや、
お前は立派な人間だ。自信を持て。少なくとも、俺の家族にはお前が必要だ。桜さんたち家族を包んでいた温かい光が、俺の周りにも輝き始めたように見えた。それは俺が、どれだけ手を伸ばしても届かずに、諦めていたものだった。それが、こんなに近くにある。俺のことも照らしてくれている。もう我慢できなかった。止めどなく涙が溢れていく。三好社長は、そんな俺の肩を、励ますように二度強く叩いた。いっそ、本当に俺たちの家族になっちまうか？桜とお前、お似合いだと思うがな。白い歯をこぼしてそんなことを言う三好社長に、俺は鼻をすすりながら笑い返した。三好社長の言葉に甘えて、俺は10優で働くことにした。前の会社で得た知識を使って、店舗に置く商品を吟味する仕事についている。俺がいた会社との取引は打ち切りとなった。向こうの社長がもみ手しながら再度の契約を持ちかけてきたらしいけど、三好社長が一周したらしい。根津の言う通り、あの会社の商品は俺たちの扱うものとは毛色が違うんだよ。それでも置こうと思ったのは、俺が翔介の姿勢に惚れたからだ。打ち切って当然だろ。社長が机に両肘を置いて手を組んで、ニヤニヤしながら俺にそう言った。悪い笑顔だった。前の社長が泣き寝入りしている姿が容易に想像できる。惚れたといえばさ、お前、桜とはどうなってんの？どうって、突然の話題に、俺の全身が一気に熱くなった。ジンもお前に懐いてるし、何より桜はお前のこと、まんざらでもなさそうだぞ。そうですか？そうだよ。自信持て。三好社長は、わざわざ俺のところまで来ると、俺の背中を押すように強く叩いた。桜さんの部屋に行くと、ジンくんがお帰りと出迎えてくれた。いらっしゃいでしょ。桜さんが少し頬を染めながらそう注意した。ジンくんは唇を尖らせている。じゃあ、俺が夕ご飯作りますから。すみません。私が料理苦手なばっかりに。すみませんはいいっこなしですよ。からかうように言うと、桜さんは苦笑しながら趣向した。俺も作る！そう言って、ジンくんがひょっこり台所に現れた。邪魔しちゃダメと叱る桜さんをなだめて、俺はジンくんにも手伝ってもらうことにした。オムライスにしようと思っていたので、卵を割ってかき混ぜてもらう。出来上がったオムライスを机の上に並べた。ケチャップと卵の焼ける匂いがほかほかした湯気とともに部屋に立ち上っている。いただきますと3人で声を揃えて食べ始めた。労働の後の一杯は身に染みるぜ。やだ、ジンタラ。どこでそんな言葉を覚えてきたの？桜さんはおかしそうに笑った。そして、オムライスを一口食べた後、俺を見て美味しいと微笑む。その顔を見れただけで、俺はお腹いっぱいだった。3人で囲む食卓は、暖かい光に包まれていた。ジンくんを寝かしつけた桜さんに、入れたてのコーヒーを差し出した。ありがとう。桜さんが嬉しそうにして、コーヒーに口をつけた。ほっと息を吐いた彼女は、コーヒーのカップを両手で包むようにして待ち、じっと黒い液体の表面を見つめていた。俺と桜さんの声が重なって、慌てて桜さんに先に言うよう促したが、桜さんも俺にそうするよう勧めてくる。多分、言いたいこと同じだと思います。そういう桜さんは、頬をあからめていた。ならばと腹をくくる。改めて、桜さんにまっすぐ向き直った。そして頭を下げる。俺と結婚を前提にお付き合いしてください。リビングに俺の緊張して硬くなった声が響いた。俺も桜さんの家族の一員になりたい。それで桜さんを支えていきたい。もちろん、俺も桜さんに支えてもらうことはいっぱいあると思いますけど、恐る恐る桜さんの顔を伺うと、桜さんは満開の笑顔を咲かせていた。はい。私、もう遠慮はしません。頼りにしてます。そして、私を頼ってください。私たち、もう家族ですから。その返事に心が躍って、俺は桜さんを抱きしめた。俺はずっと一人だった。
家族団らんに憧れていて、手に入らないものだと諦めていた。けど、もう一人じゃない。桜さんと仁くん、それから三好社長と奥さん、娘さん、6人で家族だ。誰かが困っている時には支えてあげて、俺が困った時にはみんなに支えてもらう。そうやって、俺たちを包んでいる温かい光を生涯守っていこうと、強く心に決めた。